こんにちは。ウニアトリエの加藤です。今日はですね、描く時の鉛筆の角度ですね、どんな角度で鉛筆で描いてるのかっていうのが見えにくかったと思うので、今日はちょっとね、アップで部分がよく見えるような感じで、鉛筆の角度と、紙との関係について説明しながら、やっていこうかなと思います。題材はこの花なんですけれども、だいぶ開いちゃいました。で、結構強い光を左上から当てています。ちょっと硬いから、B ですね。例えばこの辺の花の中心部分書き進めていこうと思います。はい、音聞こえてますかね。鉛筆を軽く持って画面に、よく言う側面ですね。今これで紙との関係は15度くらいでしょうか。この腹の部分を使って淡いトーン、調子をこんな風につけていってる感じです。あんまりね、急激に先を強く使ったりしないで、今この部分を見てるんですけど、花びらのこの先端の少しあっちへ行ったりこっちへ行ったり、形が不揃いなというか不思議な形をしているところ、そこの形態をちょっと見ていってみます。で、なかなかすぐに形って決断できない、決められないと思うんですけれども、私はいっぱい線を引きながら、何重にも線を引きながら徐々にそのらしさが出ていけばいいかなと考えているので、こんな風に二重三重にたくさんの線を引きながら進めていきます。鉛筆の今先端を使っています。先端で線を引いてるんですけど、調子をつけるときはこの先とこの腹ですね、側面の、部分とのちょうど間くらい角度にしたら、今これで30度から45度、これで45度くらいですかね。45度、ここまで鉛筆の先端を使って描くことはあまりないです。それよりももうちょっと寝かせて、これで30度くらいですかね。紙に対して30度くらいで調子をつけるっていう、こんな風に、結構ね、タッチを往復させながら大まかなトーンを乗っけていく時なんかは15度くらいですかね。そのくらい鉛筆を寝かせて、書きながら結構寝かせたり立てたりしながら書き進めていってるんですけど、主にこういう形の際を決める線を描く時には15度30度くらいですかね、30度くらいまで立てて、調子をつける時には15度から10度くらいまで寝かせています。で、形を線で捉える時、そして面で捉える時、また線で捉える時、線で捉える時、そんな風に線で捉える時には少し縦気味に、面で捉える時には少し寝かせ気味に、寝かせたり立てたりしながら、微妙にこの紙に対する鉛筆の角度を変えながら書き進めていってるんですね。こんな風に調子をつける、寝かせて腹の部分でトーンを大まかにふわーっとつけるときは寝かせて、線を使ってエッジをね立てながら、形を書き起こすときは少し立てて、どうでしょうか、ちょっと見えにくいかな。と同時に、結構今ねコントラスト強めなんですけれども、練りゴムは少しねすぐに使わずになるべく我慢して後回しにしようと思っています。まずはそのプラスの作業ですね。先にどんどん形を書き起こす、線と面でちょっと調子をつけていく、実際よりもね少し黒っぽくというか暗めになるかな。練りゴムをちょっと封印してというかね、使わずに先にどんどん線を重ねていってるので、練りゴムを使う前まではちょっと暗めの出来になると思います。こんな風に。そして光が当たっているところは明るく残したいんですけれども、後でね練りゴムを使って明るいところは調子をつけすぎたトーンを取っていくので、今は少しそのつけすぎるくらいまで、タッチとそのトーン調子をいっぱい上書きしていきます。つけすぎるくらいまでつけておこうかなと
どうでしょう。これがこの辺りですかね。後ろの暗い調子、こんな風にね腹を使ってトーンを乗せながら、でその後ろの花びらもこんな風に描いていきます。ただ紙白いまま残そうと思っているので、遠くのものほど暗いかっていうとそんなことはなくて、遠くのものって今バックが暗いせいでバックとの境目がはっきりしないんですよね。でこの紙はバックの方が明るいので白いので、ちょっとね弱いグレーにしてバックとの当たりを弱いまま、実際の暗さに合わせるんじゃなくてこの紙の白さに合わせて、後ろにある花びらのトーン調子を今決めていってます。遠くに行けば行くほどバックに近くなればなるほどコントラストが弱くなる感じですね。はい、今ずっと B だけで書き進めていってますけれども、例えばこんな感じで、花びらの内側というか後ろ側ですね、後ろにある花びらほど、実際暗いんですけれどもバックに近づけるために少し弱い調子トーンで書いてます。鉛筆の角度もこれ今15度くらいですかね。で、私右利きなんで右上から左下へ向かってのタッチを多用しています。ハッチングって言いますけれども、面の向きに沿ってのタッチというよりも書きやすい向きでタッチを入れてる感じです。このタッチの向きなんですけれども、もちろんこう花びらの、中から下から、例えばこの中心から先端へ向かってこんな風な筋が見えているとか、そういう風な面の向きに沿ったタッチって大事だと思うんですね。ただ今この段階では、面の向きに沿ったタッチというよりも色付けですね、調子をつけている感じなので、単なるこう色塗りというか、そういう面の向きに沿ったタッチとはまたちょっと違う感じでタッチの向きを決めていっています。どうでしょう。こんな感じで少しこう書き起こした感じ分かりますでしょうか。例えばこのね手前に飛び出てきている花びらの一番奥のこの部分なんですけれども、この奥へ向かうこの三角形の部分ですね、こんな風にタッチ入れてます。つまり色塗りです。本当は奥から手前までこんな感じの向きでタッチを入れて、この筋というかね外側に開いてくる花びら表現すればいいんでしょうけれども、単純に今色塗りをしています。トーン分けですね、色で塗り分けてる感じ、こんな感じでどうでしょう。少しこう柔らかい花びらの感じ出てますでしょうか。でちょっとこっちがまだ書いてないですけども、この辺りで練りゴムを使って、明るいところをね、光の当たってるところ、日向の部分を、白い色でね書き起こしてみようと思います。例えばこんな感じですね。明るいところだけを見つけてその部分だけを描いていきます。白い絵の具で描いていくような意識で、練りゴムを絵の具として、本当はねこう消し具っていうふうに呼びますけど、白い調子の部分を描くのに練りゴムってやっぱり便利なんですよね。こんな風に明るいところのみ拾うようにして描いていってみます。バラの花っていう感じじゃない開き具合なんでね、ちょっと不思議な花って感じですけれども、どうでしょうか。こんな感じのふわっとした、雰囲気出てきたでしょうか。今日はですね、途中までなんですけれども、鉛筆の、紙に対する角度、どのくらいの角度で紙に対して鉛筆を持っているかっていうかね、使っているかっていう一つの例として、こんな風に花を題材に一部だけですけれどもね書いてみました。はい、一旦ねさっき中断したんですけれども、もう少しねこの鉛筆を立てた状態のこう書く時のですねポイントをもう少し、延長してね取ろうと思います。今ねこのね花びらの先端、このエッジの部分ですね、特に飛び出ているところはその切り立ったようなこの部分ですね、切り立ったような鋭い
エッジをしています。そういったところは鉛筆をね完全に立てて、こうやって文字を書く時のような持ち方ですね。角度は45度以上立てています。60度くらいあるかな。そのくらい立ててエッジだけこうやってね、鉛筆の先端を使って書き起こしていきます。すごく鋭い先端が必要な時にはこのくらいの角度まで立てて描いていきます。でこのくらいまで立てるとこういう淡いトーンのハッチングも描きやすくなるので、最後の仕上げですね、淡い色で手前に飛び出てくるこういった筋みたいなものも鉛筆の先を使うと結構丁寧に描き表すことができます。塗りゴムで抜いた後の微妙な花びらのこうシワというか、ちょっとふわふわヨレヨレしているような質感までも鉛筆の先を使うとね表現できると思うので、最初出だしから中盤までは結構寝かせて鉛筆の腹とか側面を多用するんですけれども、最終的な最後形を決める時なんかはこんな風にこの辺りですね、先を使ってエッジを立てていきます。はい、今日はこんな感じで、ちょっと茎までね書いてみましたけれども、この辺で終わりにしようかなと思います。本当はね着彩この上にね絵の具つけられればいいかなと思うんですけど、これはこれでねスケッチということで終わりにしようと思います。それではまた。